春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。インベントリを作ってみようと思います。長くなりそうなので何回かに分割します。今回はインベントリでアイテムを一つ一つ格納する枠、スロットを作成してみようと思います。インベントリスロット作ってみた。実際に作ってみましょう。1、スロットウィジェットの作成。一つのアイテムを格納するスロットをウィジェットブループリントで作成します。右クリック、ユーザーインターフェース、ウィジェットブループリント、ユーザーウィジェット、名前を UMG スロットにします。ファイルを開きます。フィルスクリーンをデザイアーにします。パネル、サイズボックスを配置します。詳細パネル、チャイルドレイアウト、イグスオーバーライドとハイオーバーライドを有効にします。イグスオーバーライドを 120.0 にします。ハイオーバーライドを 120.0 にします。一般、ボタンをサイズボックス配下に配置します。名前をスロットボタンにします。アピランス、ノーマル、ティントを R0.0、G0.0、B0.0、A0.6 にします。ハバード、ティントを R1.0、G1.0、B1.0、A0.8 にします。プレスド、ティントを R1.0、G1.0、B1.0、A1.0 にします。ノーマルパディングを 0.0 にします。プレスドパディングを 0.0 にします。パネル、オーバーレイをボタン配下に配置します。詳細パネル、ホリゾンタルアラインメントを水平方向に塗りつぶしにします。バーティカルアラインメントを垂直方向に塗りつぶしにします。パディングを 0.0 にします。一般、イメージをオーバーレイ配下に配置します。名前をスロットイメージにします。ホリゾンタルアラインメントを水平方向に塗りつぶしにします。バーティカルアラインメントを垂直方向に塗りつぶしにします。アピランス、ブラシ、イメージサイズを X、120.0、Y、120.0 にします。一旦コンパイルして保存します。グラフに移動します。変数スロットボタンを選択します。詳細パネル、イベント、オンクリック度のプラスをクリックします。グラフにオンクリック度イベントが追加されます。ボタンをクリックするとサウンドが鳴るようにします。プレイサウンド2でノードを配置します。オンクリック度イベントにつなぎます。サウンドで事前に用意したサウンド Q を割り当てます。インベントリのスロット番号を割り当てる変数を追加します。変数インデックスインテジャー型を作成します。インデックスの値は、インベントリ作成時に割り当てたいので、インスタンス編集可能を有効にします。スポーン時に公開を有効にします。変数インデックスインテジャー型は、インベントリの何番目のスロットなのかです。一旦コンパイルして保存します。変数インデックス、ゲットノードを配置します。検証用にプリントストリングノードを配置します。変数インデックス、ゲットノードをつなぎます。プレイサンド2でノードにつなぎます。変数スロットボタンを選択します。詳細パネル、イベント、オンハバードのプラスをクリックします。グラフにオンハバードイベントが追加されます。ボタンにマウスカーソルを乗せるとサウンドが鳴るようにします。プレイサンド2でノードを配置します。オンクリック度イベントにつなぎます。サウンドで事前に用意したサウンド Q を割り当てます。コンパイルして保存します。インベントリウィジェットの作成。スロットウィジェットを配置するインベントリウィジェットを作成します。右クリック、ユーザーインターフェース、ウィジェットブループリント、ユーザーウィジェット、名前を UMG インベントリにします。ファイルを開きます。パネル、均一グリッドパネルを配置します。名前をグリッドパネルにします。スロットパディングを 5.0 にします。イズバリアブルを有効にします。グラフに移動します。イベントプレコンストラクトノードに記述します。イベントプレコンストラクトノードは、エディタ上で処理が呼び出されます。処理内容がデザイナーのプレビューで確認できます。作成するスロット数を指定します。変数インベントリローズ、インテジャー型を作成します。一旦コンパイルします。デフォルト値を4にします。後で指定できるようにインスタンス編集可能を有効にします。
変数インベントリローズ、インテジャー型は、秒数、縦方向の数です。変数インベントリコルズ、インテジャー型を作成します。一旦コンパイルします。デフォルト値を4にします。後で指定できるようにインスタンス編集可能を有効にします。変数インベントリコルズ、インテジャー型は、列数、横方向の数です。変数インベントリローズ、ゲットノードを配置します。変数インベントリコルズ、ゲットノードを配置します。ローズとコルズをかけるとインベントリ全体のスロット数が出ます。マルチプライノードを配置します。変数インベントリローズ、ゲットノードと変数インベントリコルズ、ゲットノードをつなぎます。この後、フォーループで繰り返し処理を行います。フォーループはインデックス0から始まるので、1つ引きます。サブトラクトノードを配置します。マルチプライノードをつなぎます。下のピンに1と記入します。サブトラクトノードの出力ピンを右クリックして、変数へ昇格します。名前をマックスインデックスにします。イベントプレコンストラクトノードにつなぎます。マックスインデックスの数だけスロットウィジェットを追加するために、フォーループノードで繰り返し処理を行います。フォーループノードを配置します。変数マックスインデックス、セットノードにつなぎます。ロストインデックスに、変数マックスインデックスをつなぎます。インデックスを右クリックして、変数へ昇格します。名前をスロットインデックスにします。ループボディピンにつなぎます。シークエンスノードをつなぎます。スロットウィジェットを取得します。その際にスロットインデックスを付与します。クリエイトウィジェットノードを配置します。シークエンスノードにつなぎます。クラスに作成した UMG スロットを指定します。UMG スロットで、スポーン時に公開にした変数インデックスが表示されます。変数スロットインデックス、ゲットノードを配置します。インデックスピンにつなぎます。リターンバリューを右クリックして、変数へ昇格します。名前を UMG スロットにします。取得したスロットウィジェットを配列に格納します。変数 UMG スロットアレイを作成します。型は UMG スロットのオブジェクト参照型にして、配列を選択します。変数 UMG スロットアリー、ゲットノードを配置します。変数 UMG スロットアリー、ゲットノードより、配列のアドノードを配置します。変数 UMG スロット、ゲットノードを配置します。配列のアドノードにつなぎます。シークエンスノードにつなぎます。配列のアドノードは、変数 UMG スロットアレイに、インデックスをつけて変数 UMG スロットを格納します。インデックスは0から付与していきます。つまり、UMG スロットに付与したスロットインデックスと、配列に格納するときに付与されるインデックスが、同じになるということですね。次にグリッドパネルにコイジェットである UMG スロットを配置していきます。変数グリッドパネルを配置します。変数グリッドパネルより、アドチャイルド2ユニフォームグリッドノードを配置します。シークエンスノードにつなぎます。追加するコイジェットは UMG スロットなので、変数 UMG スロットを配置します。コンテントピンにつなぎます。アドチャイルド2ユニフォームグリッドノードには、インノーピンとインコラムピンがあります。秒数と列数ですね。グリッドパネルのローとコラムを指定します。変数スロットインデックス、ゲットノードを配置します。変数スロットインデックス、ゲットノードより、ディバイドノードを配置します。ディバイドノードをインローピンにつなぎます。変数スロットインデックス、ゲットノードより、モジュロノードを配置します。モジュロノードをインコラムピンにつなぎます。変数インベントリコルズ、ゲットノードを配置します。ディバイドノードとモジュロノードにつなぎます。変数スロットインデックスは0から1つずつ増えていく値です。現在、変数インベントリローズと変数インベントリコルズは4です。4×4-1 で変数マックスインデックスは15です。変数スロットインデックスは0から15まで1つずつ増えていく値ということになります。変数インベントリコルズは固定の値で現在4が与えられています。すなわち、インノーはこうなります。0,1,2,3と縦に4つ並んでますね。インコラムのモジュロノードは何を表しているかというと、割った時の余り値です。ということは、インコラムはこうなります。0,1,2,3と横に4つ並んでますね。インノーとインコラムを合わせると座標が取れるってことですね。インベントリスロットの数が想定通りに作成されるか確認するために、変数テスト、
インテジャー型を作成します。変数テスト、セットノードを配置します。アドチャイルド2ユニフォームグリッドノードにつなぎます。変数テスト、ゲットノードを配置します。アドノードをつなぎます。下のピンに1と記入します。変数テスト、セットノードにつなぎます。プリントストリングノードを配置します。変数テスト、セットノードにつなぎます。コンパイルして保存します。デザイナーに移動すると、グリッドパネルにスロットウィジェットが配置されてますね。3、プレイヤー UI ウィジェットの作成。プレイヤー用の UI ウィジェットを作成します。右クリック、ユーザーインターフェース、ウィジェットブループリント、ユーザーウィジェット、名前を UMG プレイヤー UI にします。ファイルを開きます。パネル、キャンバスパネルを配置します。透明だと分かりづらいので、テキストを配置します。一般、テキストをキャンバスパネル配下に配置します。詳細パネル、テキストにプレイヤー UI と記入します。色を黒色にします。フォントサイズを60にします。サイズ2コンテントを有効にします。適当な位置に配置します。パネル、キャンバスパネルをキャンバスパネル配下に配置します。1x100、1y100 にします。サイズ2コンテントを有効にします。一般、イメージを2つ目のキャンバスパネル配下に配置します。名前をバックグラウンドにします。アンカーを全体にします。サイズ2コンテントを有効にします。アピランス、ティントで R0.0、G0.0、B0.0、A0.6 にします。パネル、スクロールボックスを2つ目のキャンバスパネル配下に配置します。アンカーを上の真ん中にします。1x0.0、1y0.0、サイズ x700.0、サイズ y850.0 にします。アラインメントを x0.5、1y0.0 にします。UMG インベントリを検索します。UMG インベントリをスクロールボックス配下に配置します。詳細パネル、デフォルトでローズとコルズを指定します。インベントリローズを10にします。インベントリコルズを5にします。一旦コンパイルして保存します。横に5個、縦はスクロールボックスで見切れてますが、縦に10個、スロットウィジェットが配置されてますね。保存して閉じます。4、プレイヤー UI の表示、非表示。今回は単純にプレイヤー UI を表示したら、インベントリも表示するようにします。BP サードパーソンキャラクターを作業フォルダにコピーします。名前を BP インベントリキャラクターにします。インド、ワールドセッティングを開きます。選択したゲームモードを展開します。ゲームモードオーバーライドで BP サードパーソンゲームモードを選択します。デフォルトのコーンクラスを BP インベントリキャラクターにします。BP インベントリキャラクターを開きます。UMG プレイヤー UI を読み込みます。カスタムイベントを配置します。名前をイーブリドーディングプレイヤー UI にします。イベントビギンプレイノードにつなぎます。クリエイトウィジェットノードを配置します。カスタムイベントにつなぎます。クラスで UMG プレイヤー UI を指定します。リターンバリューを右クリックして変数へ昇格します。名前を UMG プレイヤー UI にします。変数 UMG プレイヤー UI、セットノードより Add2 ビューポートノードを配置します。最初は非表示にしておきたいので、変数 UMG プレイヤー UI、セットノードよりセットビジビリティノードを配置します。Add2 ビューポートノードにつなぎます。インビジビリティをハイデンにします。ナム1でプレイヤー UI を表示、非表示にするようにします。ナム1ノードを配置します。プレスドにフリップフロップノードをつなぎます。ナム1ノードを押すとプレイヤー UI が表示するようにします。変数 UMG プレイヤー UI、ゲットノードを配置します。変数 UMG プレイヤー UI、ゲットノードよりセットビジビリティノードを配置します。フリップフロップノードの A ピンにつなぎます。インビジビリティをビジブルにします。プレイヤー UI を表示している最中はマウスカーソルが使えるようにします。ゲットプレイヤーコントローラーノードを配置します。ゲットプレイヤーコントローラーノードよりセットショーマウスカーソルノードを配置します。セットビジビリティノードにつなぎます。ショーマウスカーソルを有効にします。
インプットモードを UI が使えるモードにします。ゲットプレイヤーコントローラーノードより、セットインプットモードゲーム &UI ノードを配置します。小マウスカーソル、セットノードにつなぎます。変数 UMG プレイヤー UI、ゲットノードを配置します。イン EJ2 フォーカスにつなぎます。インマースロックモードをロックオルウェイズにします。プレイヤー UI を表示している最中はキャラクターの動きを停止します。コンポーネントパネルより、キャラクタームーブメントを配置します。キャラクタームーブメントより、ディセイブルムーブメントノードを配置します。前の処理につなぎます。ルック入力をロックするようにします。ゲットプレイヤーコントローラーノードを配置します。ゲットプレイヤーコントローラーノードより、セットイブのアルップインプットノードを配置します。前の処理につなぎます。ニュールップインプットを有効にします。NAM1 ノードを押すとプレイヤー UI が非表示になるようにします。プレイヤー UI の表示時と似ている処理なので、ごっそり複製します。フリップフロップノードの B ピンにつなぎます。インビジビリティをハイデンにします。プレイヤー UI を非表示にしている最中は、マウスカーソルを非表示にします。小マウスカーソルを無効にします。インプットモードをゲームオンリーモードにします。セットインプットモードゲーム &UI ノードを削除します。変数 UMG プレイヤー UI、ゲットノードを削除します。ゲットプレイヤーコントローラーノードより、セットインプットモードゲームオンリーノードを配置します。小マウスカーソル、セットノードにつなぎます。キャラクターが動くようにします。ディセイブルムーブメントノードを削除します。キャラクタームーブメントより、セットムーブメントモードノードを配置します。前の処理につなぎます。ニュームーブメントモードをウォーキングにします。ルック入力をアンロックします。セットイブのアルップインプットノードを削除します。ゲットプレイヤーコントローラーノードより、リセットイブのアルップインプットノードを配置します。前の処理につなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。50スロット作成されたようですね。NAM1 を押すと、インベントリが表示できましたね。開いている間は、キャラクターを動かすことができませんね。スロットをクリックすると、インデックスがスロットの順番に沿ってプリントされますね。スクロールもできますね。閉じるとキャラクターを動かすことができますね。設定ファイル。インベントリの枠ができたので、次回はアイテムをインベントリに入れてみようと思います。インベントリを実装するメリットは、ユーザー体験の向上、プレイヤーがアイテムを管理し、カスタマイズすることができるため、ゲームの楽しさと没入感が高まります。リプレイバリューの向上、アイテムを収集したり、交換したりする要素があると、ゲームを繰り返しプレイする動機になります。戦略性の追加、インベントリシステムにより、プレイヤーはゲーム内のリソースをどのように使うか計画する必要があります。これにより、戦略的なゲームプレイが促進されます。経済システムの実装、インベントリは、ゲーム内の経済システムと連携し、売買や交換の要素を追加することができます。キャラクター成長のカスタマイズ、プレイヤーはインベントリを通じて装備やアイテムを交換し、自分のキャラクターをカスタマイズできます。クエストと報酬の管理、インベントリは、クエストの報酬や収集要素の管理に役立ちます。これにより、プレイヤーは達成感を感じやすくなります。マルチプレイヤー体験の強化、アイテムの交換や共有が可能になると、プレイヤー同士の交流が深まり、コミュニティの形成が促進されます。ゲーム内ストーリーの強化、インベントリにアイテムを追加することで、ゲームの物語や世界観をさらに深めることができます。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。